こんにちは、マニコです。ご視聴いただきありがとうございます。また、コメントやチャンネル登録、高評価などで日頃より応援していただき、本当にありがとうございます。とても励みになっております。そして、この動画が初めましての方、この動画を選んでいただいてありがとうございます。このチャンネルでは、タロットカード、ルノルマンカードをメインにカードを使った占い、3択リーディングを行っております。今後ともよろしくお願いいたします。3択リーディングの前に今回のテーマ、そしてこの動画を選んでくださった皆様へのメッセージとしてバガバットギーターカードサンサーラをご紹介させていただきます。サンサーラ、輪廻、束縛。輪廻の中心、カルマの原因、ヨガは悲しみの海を越える船。ガイドブックから一部引用させていただきます。何度でも繰り返すこと、終わりのないこと、続いていくことをサンサーラと言います。輪廻やカルマが終わりなく巡るだけでなく、物を追いかけたり、野心を持って状況を操作しようとしたり、他人を変えようとしたり、満足することなく求め続け、苦しみと悲しみにもがき続けることもサンサーラと言います。引用ここまでです。これを前提としてですね、ガイドブックによると、人は死後、天国から地獄までを含めてのことだと思いますが、14の世界のどこかに旅立つとあります。この世界を去るとき、別の世界には今手にしているものは何も持っていけません。財産や地位などですね。他の世界ではこの世の価値観は通用しないからということでもあると思います。せっかく手に入れたものも次の世界に持ち越せないのであれば、それはずっと手にしていられるものではない。魂レベルで考えれば、この世での価値あるものは不確実で不確かであるとも思えてくるかもしれない。ですが、別の世界に行っても引き継がれるものとして例外もいくつかあるようですね。それはカルマ、行いの結果、プンニャ、徳とパーパ、不徳。これらは他の世界、14の世界で共通の価値を持つようです。たとえ望まなかったとしても、カルマだけは死後も持っていかなくてはならないようです。カルマの結果は個人について回り、死後に行く場所を決め、次の生を決めるとあります。引用します。カルマの結果は本人が経験として味わうことで消化されます。結果を経験せずにカルマがなくなることはありません。だからこの体を失ってもカルマは次の生に持ち越されます。それが自然界を維持するカルマの法則。誰もが自分のしたこと同じ結果を経験してカルマを生産しなければならないのです。行いをし、結果を消化し、結果を消化しながらまた新しいカルマを作ります。カルマのために死んでもまた生まれ変わり、生死が繰り返されます。それが輪廻、サンサーラです。引用ここまでです。サンサーラから自由になるためには、存在のレベルから自分を知ること、真実を見極めること、自分は何のために生きるのか、生き方を見極め選んでいく、目先のこと、この世でしか通用しないようなことにこだわり、ご自分が本当に望んでいるものとは違うものをつかもうとしてはいないだろうか。自分自身ではない誰かの価値観に振り回されたり、誰が決めたかわからないような価値観に従ってはいないだろうか。それは本当にご自身が望んでいるものだろうか。もしかしたら今は少し立ち止まり考えていく、見極めていくタイミングなのかもしれません。今回はそういったことも意識しながらリーディングしてまいります。では選択肢をご紹介させていただきますね。それぞれ使用するルノルマンデッキの淑女のカードになります。お好みのものをお選びください。淑女のカードの下にもう1枚カードがありますが、これは今回のキーカードになります。選択肢ごとにキーカードが変わってきますので、複数の選択肢で迷われる場合は、気になるものをご覧いただいてから決めていただくとか、気になる部分はすべてご自身へのメッセージとして受け取っていただいてもいいと思います。
選択肢はお決まりになりましたでしょうか？では1番から順にリーディングしてまいります。1番をお選びの方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。キーカードはカマ。このカードの絵柄だとちょっと怖い感じですけれども、お選びいただいたデッキミスティカル・ルノルマンの絵柄は収穫をイメージするものになっています。デッキによる表現の違いですから怖がらないでくださいね。ではカードを展開してまいります。オープニングからご覧いただいた方には内容が重複するかもしれませんが、今回のテーマについてですね、バカバットキーターカードからサンサーラ、輪廻、束縛がテーマということになりましたので、多分この動画のタイトルもちょっと仰々しい感じになっているんじゃないかなと思うんですが、お気持ちの上で自由になっていく、そして運気を上げていく、そういったことをイメージしながらのリーディングにしようと思っています。後ほどタロットも引いてまいりますが、ルノルマンから見てまいります。まずはキーカードカマ。先ほども申し上げた通り、ミスティカル・ルノルマンの絵柄は収穫をイメージしていただけると思います。同じカマのカードでもかなり印象が違っていますよね。刃物なので切断分断のイメージから中断と解釈されたりするカードですが、望まないものが切断分断中断されるのであれば恐怖だ、悪いものを断ち切っていくのであれば基地になってきます。今回のテーマ的には悪循環を断ち切っていく、ただ終わらせるのではなく、そこから何かを得ていく、そして次につなげていく、ストレートにそういった解釈になっていくのかなと思います。いつもはキーカードを中心とした9枚展開の場合、縦が時系列、横がご自身の意識や心理などとして見たりするんですけれども、今回は中央のキーカードから広がっていくような感じで読んでいきたいなと思っています。まず気になったのは中央の十字になっている部分、鎌と直に接しているカードたちですね。上が山、下が手紙、左は紳士、右は船、知らせなど何かを待っているような感じがするんですが、その内容によるものなのか、内容はもう決まっていて知らせが届くことがそのタイミングを告げる合図になっているのか、その知らせを待つ時間は少しばかり苦しいことももしかしたらあるかもしれません。待ち遠しいのかハラハラしているのか、心境はわかりませんが、とにかく待ち望んでいること、ただ待つことしかできないと感じられるかもしれません。そしてそれは実際の時間よりも長く感じるかもしれません。それほど待ち望んでいる知らせが届くということは、その永遠とも思えるような時間から解放されるということでもあるかもしれませんね。知らせを受けてからのこと、それは新天地へ向かうための一歩を踏み出すことのように感じます。そこに至るまでには高い目標、障害、課題を乗り越えてこられた。そう考えると、合格通知、採用通知、当選通知、契約関係の返答などですね、そういったことをイメージします。ご自身にとっては大きな挑戦、これまで身を置いていた世界とはまた違ったところ、新しい世界、価値観、そのように言ってもいいくらいのものになるかもしれません。紳士のカードもありますので、恋愛で見た場合は性別に関係なく恋愛のお相手となりますから、障害を乗り越えた先に共に未来を歩んでいくということのようでもあります。紳士に接してロマンスを表すことがある月も出ているので、特にそういった解釈もできそうですね。恋愛というわけではなく、現時点で重要な人物と捉えるならば協力者、理解者、そういう感じかなと思います。紳士が接しているのが塔のカードなので、お仕事の可能性もありそうですね。船はお仕事ならフリーランス、またはこの紳士が示す方と共同で起業なさるとか、そのようにイメージしました。気になるのはネズミのカードですね。ご自身の問題とするなら、うっかりミスなどから情報漏洩、
忘れ物、落とし物などにお気をつけいただきたいなと思います。人間関係に潜む問題として捉えるならば、同じく情報漏洩、盗難などですね、あるいはちょっと厄介な人物、盗むのが物に限らない場合、時間泥棒ならご自分の時間を惜しんで他人に何かをさせるとかですね、あんまり考えたくないけれども、恋愛なら横恋棒、身近にそういった要注意人物がいないか少し気をつけていただくといいかもしれませんね。道のカードはこの先の人生の岐路、選択の時、そういうタイミングにあるとして出てきているのかなと思います。場合によっては二択を迫られるなどですね。これらについて特にネガティブに捉える必要はなさそうなので、まんま収穫と良くないものを断ち切っていくといった解釈ができるかなと思います。道のカードが暗示する選択については、場合によっては本当にどちらか一方を選ぶ必要性、片方を切り捨てていく必要性がもしかしたらあるのかもしれません。そう考えると後戻りできない感じもしてきますから、より慎重に選ばざるを得ない感じになりそうですけれども、実はご自身の中ではこの先どうしたいか、どうすべきかがはっきり分かっているようにも感じるんですね。ちょっとぼんやりした言い方になりますが、展開したカード全体を見ているとあんまりご自身の中に迷いがなさそうに感じるんですね。ただネズミのカードがあるので、他人の意見などに惑わされないようにするといい気がします。ではタロットを引いてまいります。まずはルノルマンの展開の総括的なこと、補足として1枚。戦車、断ち切っていく、切り捨てていくようなこともありそうですが、ご自身ではやるべきことがしっかり分かっている、目標設定がきちんとされている、そこに向けて前進あるのみ。戦車のカードからもそのように念押しされている感じがしますね。ここはルノルマンからのイメージを1枚で表現されたような感じがあります。今回のテーマの一つに悪循環は断ち切っていきたいなというものがあるので、それについても1枚引いてみます。ソード5ですね。このカードは後味の悪い勝利と解釈されたりしますが、このデッキの絵柄からはまだ勝利している感じではなさそう。戦闘中という感じがしますよね。タロットの小アルカナ全体で言えば、一つ前の4は物事が安定を見せる。その次の5は10で一区切りの小アルカナの中では物語の折り返し地点。これから後半戦といったところでしょうか。前半の安定からまた何かが動き出す暗示でもあります。そしてこのデッキの絵柄で戦っている相手は人ならざるもの、モンスターっぽいですが、そもそもこのモンスターは宙に浮いてるし、もやもやして足が見えません。本当に実体があるのかどうかも微妙なところですね。そう考えるなら、心が生み出したもの、恐怖心をはじめあらゆるネガティブなもの、そういうものに対峙することから逃げられないと感じる瞬間がもしかしたらあるのかもしれません。そして正面から立ち向かっている、先ほどの4と5の数字的な意味合いで言うならば、4でもとりあえず完璧ではない、完成には程遠い状態とはいえ、とりあえず安定していられる、それがぬるま湯のような状態だったとして、さらに上に最終的な目標にたどり着くためにはそのまま現状維持ではいけないということ。立ち止まっていては何も始まらない。そう判断した時に少しばかりリスクはあったとしても、あえてそこは挑戦していく、新たな領域に一歩踏み出していく、そういう感じにも受け取れそうです。例えばいつも同じような失敗を繰り返すなど思い当たることがおありでしたら、その根本原因について向き合うタイミングと、そこに立ち向かい勝利していく、断ち切っていくことがここに出ているようです。それは言うほど簡単なことではないかもしれないけれども、果敢に立ち向かっていく絵柄ですので、きっと1番さんもこのカードが暗示するように、またルノルマンの山のカードのように、障害、課題に立ち向かう、難しい問題に挑戦していく、それができると言われているようです。具体的に悪循環から抜け出すためには何をすべきか、どう考えていくのが望ましいのか。ソード9、
このカードは不安で夜も眠れないといった解釈がされるカードですね。暗がりの中、ベッドで膝を抱えて座っている。闇の中にはお化けでしょうかね。後ろに描かれているので、実際には目に見えていないものを暗闇の中にその存在をイメージしてしまい、不安から怯えている。そのように解釈できると思います。不安な夜を過ごすことになった原因として何かしらあった。状況的には楽観的とは言い難いものであるというのが確かだったとしてですね、実際にははっきりしない状況から不安が募り、実体のないものに怯えている。ご自身が思うほど悪い状況ではないということのように感じます。その不安を振り払うということ、現実をしっかりと受け止めて事実だけを受け入れること、そうして漠然とした不安を追い払う。これこそ言うだけなら簡単かもしれませんが、そのように心がけてみる、意識してみることでお気持ちが軽くなっていかれるのではと思います。では最後にもう一枚引いて締めたいと思います。カップ8、何かが潮時を迎え、次のステージへ進むための第一歩を踏み出す。それまで積み上げてきたものにしがみつくのではなく、その経験こそがご自身にとっての財産であり、次へ進むための糧としていく、手放していく。カップ8は月明かりの中旅立っていく感じの絵柄なので、これを後ろ向きなもの、夜逃げとして捉えるという見方もあるようですが、私はもっと前向きな感じをこのカードから感じるんですね。このデッキの絵柄も旅立っていく本人の周囲は明るく照らされている。残していくカップも物語の完成形としての10にはまだ届いていないので、志半ばで諦めたという解釈もできますが、綺麗に並べてあることから途中で放り出したのではなく、この先の方向性、目指すべき場所が変わったので、これはこれとして残していく、そういう感じに見えるんですね。世間一般、あるいはそこまでじゃなくても第三者的に見たら中途半端だったとしても、ご自身の中ではやりきったという感覚が終わりになってのこと、そのように思います。逆にこれまでのことがもったいないからといって次に進むべき場所があるのにもかかわらずとどまる、そこに執着するというのはそれこそもったいない、そういう切り替え、決断としてこのカードが出ているのかなと思います。ルノルマンの道のカードとここがリンクしているのかなと思いました。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。2番をお選びの方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。キーカードはハートになります。オープニングをご覧いただいた方には内容が重複しますが、今回のテーマについて簡単にお話しさせていただきますね。バガバットギーターカードからサンサーラ、輪廻、束縛がテーマということになりましたので、この動画のタイトルもちょっと仰々しい感じになっているんじゃないかなと思いますが、お気持ちの上で自由になっていく、そして運気を上げていく、そういったことをイメージしながらのリーディングにしようと思っています。後ほどタロットも引いてまいりますが、まずはルノルマンから見てまいります。キーカードハート、恋愛を象徴するカードですが、恋愛以外でも愛情全般、またときめき、夢中になれること、嬉しいことなどもイメージするカードですね。いつもはキーカードを中心とした9枚展開の場合、縦が時系列、横がご自身の意識や心理などとして見たりするんですけれども、今回は中央のキーカードから広がっていくような感じで読んでいきたいなと思います。キーカードのハートの真上が指輪、結婚、婚約、愛に関する約束事、絆、強い結びつき、そういった感じが強く出ていますね。よく見たら右下にコウノトリもいますね。お子さん、新しいご家族、また物理的な変化、移動を伴うようなことを同時に暗示するようです。ハートの下は魚、
この縦の並びだとお互いに多くを得られる関係。ご結婚なら家同士が繁栄するようなこと、ご家族が増えていく様子などを連想しますでしょうか。魚は流れが良くなっていくという解釈もされますので、恋愛やご結婚、他者との絆など、主に対人人間関係での良い流れを想像しました。ハートの左は山、右は太陽。高い目標に向かって挑戦していく姿と、その努力の甲斐あって成功を手にしていくことを、太陽の上には犬。この関係はご友人のような対等な立場、関係で発展していくようにも感じますね。そういえば太陽は単体でも出会いを表すことがありました。物事がいい方向へ変化していく、物理的な移動も伴うような大きな変化ですね。物事の流れが良くなり、大きく成長していく予感を感じていらっしゃるのかもしれません。ですが、そこに水を差すように狐がいるんですね。狐は賢い方、理解者や協力者として現れるのであれば心強いんですけれども、今回は特にポジティブともネガティブとも言い難いです。ただ山に接しているので、何かしら困難な状況にあるとき、乗り越えるために相当な努力が必要になっているときに、2番さんの一歩先を行くように見えるようなライバル、少し目障りな感じとしてイメージするなら、ちょいちょいマウントを取ってくる感じを想像します。そこに惑わされない強いお気持ちがしっかりとあれば、実害はそんなになさそうでもありますね。言葉巧みに惑わそうとしてきたとしても、それをかわす、スルーする、そういう迷いのようなものを断ち切っていくのかなと、今回のテーマ的には感じます。よりも長く続くようなこととして解釈できますから、山が表す課題、目標は長い時間をかけて努力を重ね挑戦してきたことのようにも思います。恋愛として見た場合、狐はライバルと見ることもできますが、直接的に恋愛対象への横連棒などではなく、2番さんへの嫉妬心、ライバル心、負けたくないという思いなどがあるのかなと想像します。恋愛のお相手を奪いたいのではなく、2番さんに対抗したい、そういう感じでしょうか。それが障害として山のように立ちふさがるかもしれない。けれども、コツコツと時間をかけて努力してきたこと、それがきちんと実っていく予感、いずれ流れが良くなっていく、そのようにも見ることができます。なんとなくお仕事っぽい感じはしませんが、魚は財産も表しますし、太陽は成功を暗示します。そして指輪は契約、コウノトリは移転移動ですね。もしかしたら状況が変わっていく、転職や独立するなどですね、そういう転機として読むこともできそうですね。ではタロットを引いてまいります。まずはルノルマンの展開の総括的なこと、補足として1枚引いてまいります。審判。今回のテーマ、サンサーラの輪廻、繰り返すようなことですね。それは辛いこと、厳しいことばかりではないと思うんですね。辛いことが繰り返されるとめちゃくちゃ辛い、苦しい。そこから抜け出すためにはみたいな感じがサンサーラにはありましたが、何も悪いことばかりではないはずですね。巡り巡ってくること、繰り返し起こってくること、その中には一度終わったものとして見切りをつけたものが新しい役目を得て復活してくる可能性として審判のカードが出てきているようです。一度うまくいかなかったからそれはもうダメだと決めつけるのではなく、もう一度やり直す機会が巡ってきた場合には再度チャレンジしてみるという選択肢を残しておく。もしかしたら前回はタイミング的な問題でうまくいくはずだったものがうまくいかなかったということもあるかもしれません。ただ同じ過ちを繰り返していては意味がありません。反省すべき点は反省し、次に生かしていく。それはさらに大きな成功に導くようにも感じます。ここまで全体的に見た感じでは、今の2番さんには断ち切るべき悪循環があるように見えませんね。なので
重箱の隅をつつくような感じになってしまいそうですが、そういったものはないか探るために1枚カードを引いてまいります。ペンタクル4、サンサーラの解説にあったように、物質的なことに執着していると本当にご自身が求めていることを見失う可能性がある。手にした成功を味わうのはもちろん悪いことではないけれども、一通りその達成感に浸ったのならその場にとどまるのではなく、次に進むための一歩を踏み出していくことを、築き上げたものはただ溜め込むよりはそれを次の可能性のために投資していく、いい循環の中に投じていく、そういうことを言われているような気がします。強いて言うならば、あまり前向きではない執着心のようなことかもしれませんね。具体的に悪循環から抜け出すためには何をすべきか、どう考えていくのが望ましいのかをカードから探ってみたいと思います。ワンドクイーン。クイーンのカードはどのスートも自分らしくあるような感じをイメージします。それぞれの個性はそれぞれのスートが表す、そういう感じでしょうか。ワンドは情熱的であったり、ご自身のやる気、興味の対象、そういったことに素直でありながら自然体で物事を進めていくような感じがします。このカードの絵柄だとビーチかプールで日光浴を楽しみながら本を読んでいる、リラックスしながら何かを学ぶ様子としてイメージします。ガッチガチに勉強するぞとストイックに頑張るのもいいですが、ワンドクイーンはそうはしません。何事も楽しみながらご自分のやり方で行っていく。悪循環から抜け出すためには変に守りに入るより、少し突飛だったとしてもご自分が思う通りに心に素直に従っていくこと、そのように言われているようにも思います。では最後にもう一枚引いて締めたいと思います。ワンド5、切磋琢磨といったカードですね。このデッキでは体育祭で競い合っている。注目したいのは中央の笑顔の子ですね。順位としては真ん中の3位なんですが、本人はとても嬉しそうです。1位の子は2位の子を意識している感じ、2位の子は周囲の反応を意識している様子ですが、3位の子はそういった他人の反応にはあまり意識がいっていないようです。ご自分が努力して手に入れた結果、全力を出し切った結果に満足しているようです。今回のリーディングでは特にネガティブな感じがなかったように思いますが、それもそのはず、2番さんご自身がこのカードの絵柄の3位の子みたいに自分軸で物事に取り組んでいらっしゃる。周囲の評価よりもご自分の決められた目標に対し真摯に向き合い、努力して結果をつかんでいくことに集中していらっしゃる。そしてここ一番という時に力を出し切ることを、そういう意識で何事にも取り組んでいける方なのかなと思いました。特に何も変える必要はない今の2番さんが素晴らしい、ありのままでいいと言われている気がします。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番をお選びの方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。キーカードは10になります。オープニングをご覧いただいた方には内容が重複いたしますが、今回のテーマについて簡単にお話しさせていただきますね。バガバットギーターカードからサンサーラ、輪廻、束縛がテーマということになりましたので、この動画のタイトルもちょっと仰々しい感じになっているんじゃないかなと思います。お気持ちの上で自由になっていく、そして運気を上げていく、そういったことをイメージしながらのリーディングにしようと思っています。後ほどタロットも引いてまいりますが、まずはルノルマンから見てまいります。キーカード10。このカードは仕事、職場、公的機関、あるいは単純に大きな建物を表すようなカードですね。キーカード選択で引いた方のカードには
運命、守護と書かれていますが、場合によってはそういったことも表すカードです。いつもはキーカードを中心とした9枚展開の場合、縦が時系列、横がご自身の意識や心理などとして見たりするんですけれども、今回は中央のキーカードから広がっていくような感じで読んでまいります。キーカード等の真上が道、選択の時、何かを決断していくタイミング、人生の岐路等と接しているので、素直に解釈するならお仕事に関することかもしれません。等の下が紳士、恋愛で見るなら性別に関係なく恋愛のお相手として見ていくカードです。特に恋愛ではない場合は、ご自身にとって影響力のある男性性と見るなら、ご自身のことも含めて行動的であったりリーダー的な存在の人物をイメージするでしょうか。等の左右はハートと手紙、ラブレター、愛の告白。その間にキーカードの等ですから、公的な機関に提出する書類として受け取ると、婚姻届もイメージします。恋愛以外でしたら、ご自身が夢中になれること、ときめき、情熱を傾けられるようなこと、寝食を忘れるくらい熱中しているようなこと、それに関して公的なお墨付きをもらう。例えば何かしらの権利が発生して、その登録をするなどですね。特許とか不動産取得とか、他にどんなものがありますかね。契約書という見方をするなら、大きな企業との契約や公的機関との契約もイメージします。何か大きなことを成し遂げる、そういう風にも見えますし、恋愛ならば先ほど申し上げた通り婚姻をイメージします。恋愛で見た場合はさらに職場での恋愛もあるかもしれないですが、気になるのは蛇のカードですね。紳士の隣にしっかりとくっついて出てきています。紳士の右隣は犬のカード、ご友人あるいは親友のような関係性を築けるお相手、良きパートナーといった感じでしょうか。そのお二人の間に割って入ろうとする蛇は何かということを人物と捉えるなら、恋のライバルそのものかもしれませんが、嫉妬心の表れとして受け取るなら、ご自身が心の内側に抱えていることという可能性も出てきます。ただその場合、何かしらモヤモヤとさせるような原因があり、そのモヤモヤを晴らしていくことで解決していく、それ以上のトラブルには発展しなさそうにも見えますね。ただ自然と晴れていくというより、ご自身が何かしらのアクションを起こすようなんですね。道ですね。何かしらの決断をしていく、モヤモヤを根拠が乏しいものとして、そんなことにこの先のことを左右される必要はないと判断し、すっぱりと切り捨てていくのか、それともご自分なりの決着法、根拠のある事象ならその解決法を見つけていくなどですね。お仕事など恋愛以外で見るならば、誰かの悪意を感じること、クレーマーや内部的な関係性なら嫉妬から足を引っ張る存在があるなどですね。そういったことに対処していく、実害があるなら対処していくための方法を探す必要がありそうですが、害がない気の持ちようで済む問題ならば、ご自身のお気持ちの切り替えで何とか乗り越えようということでしょうか。花束は祝福や贈り物、恋愛でもお仕事でもそれ以外でも、3番さんがこれから行動していくこと、ご自身の道を切り開いていくことに対する祝福として出てきているようです。どんな選択をされても結果的に満足のいくものになっていくようです。ではタロットを引いてまいります。まずはルノルマンの展開の総括的なこと、補足として1枚。ソード8、不安から考えすぎて身動きが取れないといったイメージのカードですね。ルノルマンの展開ではネガティブに取れる雲、蛇がありますが、全体的にはポジティブなイメージで、それほど大きな問題などは感じられませんが、このカードが出てくるということは、良くない方向に考え出すと行動に出て、さらに良くない状況になったらどうしよう的に動くことが怖くなってしまう、そういった心境を表しているのかなという気がするんですね。目を閉じてじっとやり過ごしていても何も変わらない。それにカードの絵柄は目を閉じて周りを見ようとしていないけれども、上から
光が当てられている。目をしっかり開けることで周囲を伺うこともできるし、立ち上がって歩き出そうという意思があれば拘束されているわけではないので、いつでもそれが可能であるというふうに受け取れます。何かしら問題がある、障害が出てくるとするならば、それは不安から来る思考停止、行動しようという意思を押さえつけられることを、そのように受け取れます。ルノルマンを見た限りでは大丈夫な気がしますが、くれぐれもそういったところにはまり込まないようにというメッセージのような気がします。それが悪循環とならないようにするためには、どのような予防策が考えられるのか、カードを引いてまいります。吊るし人、また身動き取れない感じのカードが出てきましたが、ソード8はご自分で身動きが取れないと思い込んでいるけれども、実際にはそうではないという感じのカードですね。吊るし人は今動く時ではないというご自身の決断の可能性もありつつも、身動きが取れない状態として素直に読んでもいいカードですね。ですがしっかりと頭を使っていくことは可能です。物事をいつもとは異なった視点で見ていく。そうすることで新たな発見があるという暗示でもあります。いつもの思考パターン、思考の癖から抜け出すのはなかなか難しいかもしれませんが、そういったことも含めて悪循環を正していくことを、いつも悪い方に考えがちならば、あえていい方に注目してみるとか、楽観的なことを言ってくれるご友人などに相談してみるなどですね。そしてその意見を否定するのではなく、きちんと向き合って考えてみる。素直に受け入れられるかどうかは別としても、そういう意見もあるんだな程度に受け取ることで、ご自身の中に新しい価値観の種が植え付けられるのかもしれません。言うほど簡単なことではないと思いますが、心がけるだけでも試してみていただきたいなと思います。悪循環を断ち切ったその先に待ち受けることを、これからの3番さんはどう変化していくのか、カードを引いてみますね。世界、ここでこのカードが出てくるというのがなんだかすごいなという感じなんですよね。完全調和、完成された状態。ただ一つ、ネガティブ思考や不安感を手放していくこと、それさえクリアしてしまえばあなたは完璧。ただ不安に思ったり、そこから予防をしたりすることでトラブルを未然に防ぐという対処ができます。不安に感じるのは悪いことではありません。問題はそれが強すぎて行動できないとか思考停止になってしまうことですね。そこに陥らなければこの先の懸念材料については特に何もなさそうに思います。ただ完成された状態にあるということは、これ以上の成長は望めないという意地の悪い見方もできますね。なのでさらなる発展をお望みの場合は、また新たな挑戦として行動を起こしていくことが必要になってくる時がいずれ訪れるかもしれません。では最後に1枚カードを引いて締めたいと思います。ペンタクル6。このカードを見るといつも感じるのは公平と平等、その違いなどですね。ペンタクル6は富の分配といったことを軸として、その解釈をどちらの立場で見ていくのかといった感じにリーディングすることが多いです。今回の場合はご自身が積み上げてきたもの、財産であれ経験であれ、それまで手にしたものを分け与えていくことですね。それを行った時にまた別の形でのリターンが望めるかもしれない。そしていい循環が生まれるようです。では今回のリーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。